やばい、どこから始めようか。一番びっくりしたことは、皆さんこんにちは、スイスリナです。今日ですね、日本に住んでみてびっくりしたことね、外国人として、スイス人として日本に留学して、ちょっと5つのカルチャーショックのところについて話したいんですけど、レストランに行く時のびっくりについて話したいと思いますおかしいかもしれないんですけど、やっぱりこういうレストラン文化、前の動画もね話したことがあるんですけど、こういうレストラン文化の違いが結構ね感じてて、もちろんこういう日本とスイスの異なるところは、うち的にはあんまりなかったんですけど、ちょっとだけこういうカルチャーショックっていうか、ちょっとびっくりしたことがあったので、それについてちょっとねみんなにお伝えていきたいなと思います。で、初めてね、日本のレストランに行ったらね、例えば一人でレストランに行って、それか二人でレストランに行って、一人の時は二人の席とかの席を出してくれることとか、それとも二人でレストランに行って、カフェとかでもで4名のための席で座れることにとってもびっくりしました。スイスだと1人だったら1人の席で座る、2人だったら2人の席で座る、4名なら4名の席で座る。ちょっとなんていう、日本のサービスが良いから、2人だからもうちょっとスペースが欲しいかもしれないから4名の席で座ってもいいとかってなることは超いいですけど、超びっくりしました。ありえなかったから、スイスだとありえないんですよ。だからめちゃくちゃびっくりしました、それに。あとこうね、荷物を床に置くための箱とかもらったりすることも超良かったね。超びっくりしたんですけど、それがないですから、スイスだと。あと注文するときは日本だと、手挙げることとか、こうすいませんとかするんじゃないですか。すいませんとかはーいってなるんじゃないですか。それは本当にびっくりしました。なぜかというと、スイスですいませんとかエクスキューゼモアってしたらものすごく失礼ですよ。多分向こうも言うかもしれない。来るからちょっと待っててください。本当に失礼だから、スイスとかヨーロッパに来るときはこれだけします何も言わずに手上がるだけで、お互いなんていう、向こうが分かってくれるからすぐ来てくれるんですよ。でもすいませんとか言ったら言わないですよ。言わんでください気をつけてください。日本はそれは普通ですけど、初めて日本に行った時にはできなかったんですよね。とかしてて、誰もうちのこと見てなくて、どうしようってずっと思ってましたんですよ。だって良くないから、うちの文化からするとからすいませんとかで言ってたんですよ。本当にすいませんっていうことはものすごく失礼ですから、うち的に。それはめちゃくちゃびっくりしました。他のヨーロッパだと失礼っていうか、マナーが悪いって思うことでも、日本だと普通、それともそれが良いは、麺を食べるときはスリスリを食べたりするんじゃないですか。で、それは日本だと普通っていうか、あんな感じ食べ方をすると、料理を作った人が、ちゃんと楽しんでる、食べて楽しんでるって分かってるんじゃないですか。スイスは、ヨーロッパのどこでもやと思うんですけど、それはすんごい失礼うちね、子供の時はあんな食べ方してしまうんですよね、子供の時は。で、お母さんがいつもそれやめなさいよ、食べ方が悪い、マナーが悪い、やめてくださいって言ってたんですよね。それは良くない、こっちは。でも日本だと普通だから、初めて日本に行ったらすごいと思ってました。しかもやろうとしてもできないんですよね。だってこの日本のスリスリとヨーロッパのスリスリは違うんですから。日本だとはちゃんとねってする、ちゃんと吸ってるって感じそれは本当にびっくりしました、スリスリに。で、やっと2年間のね、1年半ぐらいに住んで、ちょっとだけできるようになりましたでも、帰国してからするのは良くないからやらないようにします。あと、前の動画も話してたんですけれども、レストランに行くときは、例えば2人でレストランに行って同時に食べ物を出したりはしないんですよね、日本は。それもめちゃくちゃびっくりしました。前回の動画も話したので、その話に興味があればこの動画ぜひ見てみてくださいね。あと、レストランの一番びっくりしたこと
は、日本はねレストランに行く時はなんて言えばいいね、カフェに行ってで例えば勉強とかをしててでパソコンとかも使ったりしててで急にトイレに行きたい時もあるんじゃないですか。でその時はパソコンをそのままそのカフェのテーブルの上に置いたままトイレに行くことに一番びっくりしましたことなんですよ。すごいびっくりしたんですけど今でも意味がわからないんです。すごいと思います。もう本当に日本はすごい安全な国なので絶対誰も取らないんですよね、パソコンを。でもうちは今でももし日本に住んでたとしても今はねやってなかったんですよね。ワンチャン取るから多分 99.999% は取らんと思うんですけどワンチャンは取るからしないんですよね。うちはできない。でスイスだと大学の時も大学の図書館でもパソコンをそのまま置いたりしないでくださいって言われてたんですよね。なぜかというと誰かが盗まれることがあるからやらんでください。スイスだと多分98% は取らんと思うけど 2% ぐらいはするかもしれないと思うんですよね。それはねパソコンをそのままカフェで置いてトイレに行くことはありえないですよね。超びっくりしたんですよ。いや意味がわからないですよ。今でもわかるはわかるんですけど超びっくりしました。一番カルチャーショックやと思います。だからこの動画で話したんですけどね、スイスと日本の似てるところでどっちも安全やけど、日本の方が安全と本当に感じていました。そこがそういう安全性があるなと思います。それはね一番もう日本に住んで一番びっくりしたことはそれですはい、というわけでもしこの動画が好きならぜひいいねボタンを押してチャンネル登録もよろしくお願いしますね。これからも似てる動画を載せようと思いますのでもし興味あればぜひこういうなんていうベルのやつね、鐘アイコンを押したらその動画を載せるときは通知が来るのでもしその今度の動画が見たいならぜひね押してみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。また今度の動画よろしくお願いいたしますね。じゃあね。